こんにちは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。今日はね、作業のお供に文房具の話をゆるーっとしていこうと思うにゃ。文房具ですか？私、大好きです。ぴょん。でしょ？ペンとかノートとか毎日使うのに意外と語れることが多いんだよね。確かに。使ってるけど、じっくり話したことはなかったかも。手を動かしながらでいいから、肩の力を抜いて聞き流してね。はーい。じゃあ先輩、今日はどこから始めますか？そうだね。まずは一番身近な書くものから話していこうか。ねえ、作業するときってどんな文房具を使ってる？いつものボールペンと、あと、ノートです。でも、なんとなくで選んでて、こだわりとかは正直ないかも。それで全然いいと思うよ。でも、一本お気に入りがあると気分が違うんだ。気分ですか？手に馴染む一本があると、机に向かうのがちょっと楽しみになるんだよね。わかる気がします。お気に入りだと、なんか、やる気出ますもんね。そうそう。それにね、文房具ってこだわり始めると意外と奥が深いんだ。奥が深い。たかがペンなのにですか？たかがペン、されどペンだよ。書き味一つで書く時間の心地よさが変わるからね。書き味。書いた時の感じのことですか？そう、サラサラ書けるとか、ちょっと引っかかるとか、手触りだね。しかもね、主役みたいなペンだけじゃなくて、名脇役みたいな地味な子たちもいてね。名脇役。消しゴムとか、付箋とかですか？まさに、ああいうかゆいところに手が届く子たちの話も、後でゆっくりしようね。楽しみです。じゃあ先輩、まずは書くものから教えてください。じゃあまずはボールペン。一番身近だよね。はい、毎日使ってます。ボールペンって大きく分けると油性と水性とあとゲルインクがあるんだ。油性。油の性ですか？そう、油性はかすれにくくて乾くのも早い。だから昔ながらの定番だね。じゃあ、ゲルインクは何が違うんですか？ゲルはね、とにかく書き味が滑らか、サラサラっていう感じ。サラサラ。気持ちよさそうです。でしょ？逆に油性はちょっとだけヌラヌラというかぬめっとした感じ。なんなら。オノマトペで言うとわかりやすいですね。そうなんだよ。書き味って言葉にしにくいけどオノマトペだと伝わるんだ。カリカリっていうのもあるよ。固めのペン先で細く書ける感じ。カリカリ。なんか音まで聞こえてきそうです。いいところに気づいたね。だから自分の好きな書き味を知ると選ぶのが楽しくなる。私も今度お店で書き比べてみます。それが一番。試し書きのコーナー大抵置いてあるからね。ボールペンの話が出たから、次はちょっと特別な万年筆の話をしようか。万年筆。なんか大人っていう感じがします。そう見られがちだよね。でも慣れると案外普段使いできるんだよ。そうなんですか。インクを入れるの大変じゃないですか？最初はね。でもその一手間がなんか愛着になるんだ。愛着。手間が好きになるみたいなことですか？そうそう。手をかけたものほど可愛くなる。道具って育てる感覚があるんだよ。育てる。ペンをですか？面白い言い方ですね。万年筆はね、使う人の書き方に合わせてペン先が少しずつ馴染んでいくんだ。へえ。じゃあ、その人だけの一本になるみたいな。まさに、だから人に貸すと書き味が変わっちゃうなんていう人もいるくらい。そこまで。でも、それだけ相棒って感じがして憧れます。高いものじゃなくていいんだ。今は手頃な万年筆もたくさんあるからね。手頃なのはあるなら、一本試してみたくなりました。いいね。最初の一本を選ぶ時間もまた楽しいものだよ。次は
鉛筆とシャープペンの話、学生時代を思い出すよね。はい。でも、大人になると、あんまり使わなくなりました。そうなんだよね。でも、鉛筆にはボールペンにない良さがあるんだ。良さですか？うん、濃さを選べるんだよ。硬いのから柔らかいのまでいろいろあってね。硬いのと柔らかいの、どう違うんですか？硬い芯は線が細くて薄い。HB とか製図に向いてる。じゃあ、柔らかいのは？柔らかい芯は線が濃くて太い。ニービーとかコリコリってよく削れる感じ。コリコリ。あ、それも書き味のオノマトペですね。そう、よく気づいたね。マークシートを塗るときは濃い芯が便利だったりする。なるほど。テストの時塗りやすいってことですね。シャープペンなら芯を削らなくていいから手軽さでは一番かもしれない。私、シャープペン派でした。楽ですもんね。うん。でもね、たまに鉛筆で書くと木の香りがして落ち着くんだ。鉛筆といえば消しゴムですよね。いいところに来たね。消しゴムこそさっき言った名脇役の代表だよ。消しゴムにそんなにこだわりが。あるんだよ。よく消えるかどうか、消しカスがまとまるかどうか、地味だけど大事。消しカスがまとまる。確かに散らからないと嬉しいです。でしょ？まさにかゆいところに手が届くっていう感じ。あと、練り消しっていうのもありますよね。あるね。柔らかくてこねると形を変えられる。絵を描く人が重宝するんだ。重宝。便利でよく使うっていう意味ですか？そうそう。手放せないくらい便利っていうニュアンスだね。消しゴム一つでも奥が深いんですね。そう。間違いをそっと消してくれる。縁の下の力持ちみたいな存在だよ。消しゴムの仲間で修正テープもよく使います。あれも便利だよね。ペンで書いた字を白く上から隠せる。昔は修正液でしたよね。塗って乾かして。そうそう。乾くまで待つのがちょっとじれったかった。じれったい。待つのがもどかしい感じですか？まさに。その点、修正テープはすぐ上から書ける。進化したよね。確かに。地味だけど、あると助かる道具です。失敗してもやり直せる。そう思えるだけで気が楽になるんだよね。さて、書くものの次は書かれる方。ノートの話をしようか。ノートも種類がいっぱいありますよね。そうなんだ。まず、線。罫線が横に引いてあるのが一番よく見るタイプ。罫線。まっすぐな線のことですね。そう、それから方眼。細かいマス目になってて図も描きやすい。方眼使ったことあります。まっすぐ書けて便利でした。でしょ？あと、何も線がない無地。自由に描きたい人に人気なんだ。無地。線がないとなんか絵日記みたいで楽しそうです。それにね、意外と大事なのが紙質。書き心地が全然違うんだ。紙質。紙の質ですか？そう。ツルツルした紙はサラサラ書ける。裏抜けしにくい紙だと安心して使える。裏抜け。インクが裏に染みちゃうやつですね。そうそう。だからお気に入りのペンには相性のいいノートを選ぶともっといい。相性。ペンとノートにも相性があるんですね。ノートの仲間で手帳の話もしておきたいな。手帳。今ってスマホで予定管理する人多くないですか？多いね。便利だしね。でも、あえて紙の手帳に戻る人も増えてるんだ。そうなんですか？なんでですか？手で書くと頭に残りやすいって言われててね。書く行為そのものがいいんだ。行為。行いっていうことですか？そうそう。それにね、手帳は月間と週間で使い分けられるんだ。月間と写週間。どう使い分けるんですか？月間で大きな予定をざっくり。1週間でその日の細かいことを書く感じ。なるほど。
全体と細かいところ、両方見えるんですね。そう、それに自分好みに書き込めるのが楽しいんだ。シールを貼ったりね。可愛くできそう。手帳って自分だけの一冊になりますね。そうなんだよ。デジタルも便利だけど、アナログにはアナログの温かさがある。どっちが上じゃなくて、両方いいんですね。うん、その日の気分で選べばいいんだよ。さっきから気になってた付箋の話も聞きたいです。お、いいね。付箋こそ作業のお供の心強い相棒だよ。貼ってはませる。あれ、地味にすごいですよね。すごいんだよ。しかも跡が残らない。かゆいところに手が届く代表格だね。私、本のしおり代わりにも使ってます。いい使い方だね。色分けするともっと便利になるよ。色分け。赤は大事、青は後で、みたいな感じですか。まさにそれ。パッと見て優先順位がわかる。作業がはかどるんだ。はかどる。作業がどんどん進むってことですね。そう。終わったら剥がして捨てる。あの達成感もちょっと気持ちいいんだ。わかります。一個ずつ減っていくの嬉しいですもんね。でしょ？小さな一枚だけど頭の中を整理してくれる優秀な子なんだよ。次は線を引く道具、蛍光ペンとかマーカーの話をしようか。コーク光ペン。光るみたいに目立つ色のやつですね。そう、大事なところに線を引くでしょ。あれ、引く快感があるんだよね。快感。気持ちいい感じですか。そうそう、スーッと引けると勉強してるぞっていう気分になるんだ。わかります。なんか、やった感出ますもんね。でもね、引きすぎるとどこが大事かわからなくなる。ほどほどがコツなんだ。ああ、全部塗っちゃって真っ黄色になったことあります。あるある。だから色に意味を持たせるといいよ。ここは黄色、ここは緑って。なるほど。ルールを決めると見返した時にわかりやすいですね。最近はね、優しい色の蛍光ペンも人気なんだ。目が疲れにくいって。作業が長い人には嬉しいですね。うん。派手すぎない色って案外長く付き合えるんだよ。そういえば、紙を閉じる道具もいろいろありますよね。あるね。まず定番のホチキス。パチンって気持ちいい音がする。パチン。あの音、なんか好きです。でしょ？最近は針がいらないホチキスもあるんだよ。針なしでどうやって留めるんですか？紙に切り込みを入れて折り込んで留めるんだ。ゴミも出ないし環境にも優しい。すごい。工夫されてるんですね。そうなんだ。あと後から抜けるように留めたいときはクリップが便利。クリップ。私もよく使います。挟むだけで楽ですもんね。それに穴あけパンチで穴を開けてファイルに閉じる方法もある。書類が増えるとそういうの必要になりますよね。そう、閉じ方一つでも整理のしやすさが変わる。地味だけど大事な工程なんだ。閉じる道具の次は切ったり測ったりする道具の話をしようか。ハサミとかカッターとかですか？そう、ハサミはね、切れ味が命なんだ。よく切れると作業がスッと進む。切れ味、書き味の切る版みたいですね。うまい、まさにそう。切れ味が落ちると紙がぐしゃっとなってイラッとする。わかります。あれ、地味にストレスですよね。でしょ？カッターも同じで、刃を折って新しくすると驚くほどよく切れる。あ、カッターの刃って折れるようになってますもんね。そう、あれ実は日本で生まれた仕組みなんだよ。板チョコから思いついたって。板チョコ。パキって割るところからですか？面白い。でしょ？それから定規。まっすぐ線を引いたり、長さを測ったり。定規って地味だけどないと困りますよね。そう、カッターと定規を合わせて使うとまっすぐきれいに切れる。
名コンビだね。先輩、道具が増えてきたらしまう場所も大事になりますよね。いいところに気づいたね。ペンケースとか卓上の整理も作業を支える大事な要素だよ。要素。大事なパーツみたいなことですか？そうそう。どこに何があるかすぐわかると探す時間が減るでしょ？確かに。ペン探してるうちにやる気なくなることあります。あるある。だからね、よく使うものだけ手の届くところに置くのがコツなんだ。全部出しておくんじゃなくて選ぶんですね。そう。机の上が片付いてると頭の中も不思議とすっきりするんだよ。なんかわかります。散らかってると集中できないですもんね。そうなんだよ。お気に入りの道具を使いやすく並べる。それだけで机が特等席になる。特等席。座りたくなる机。いいですね。でしょ？道具を整えることは自分の作業を大事にすることでもあるんだ。万年筆の話に少し戻るけどね。インクを補充するあの時間も好きなんだ。補充。足すっていうことですか？そう。減ったインクを足すんだ。手間だけど、その時間がなんか落ち着くんだよ。手間なのに落ち着くんですか？不思議です。ちょっとした儀式みたいなものでね。さあ書くぞって心が切り替わるんだ。儀式。なんか大げさだけどわかる気もします。シャープペンの返芯を入れるときとか、ボールペンの返芯を交換するときも似てるよ。過信。ああ、中身だけ新しくするやつですね。そう、外側は同じで中身だけ変える。物を長く大事に使えるのもいいところ。エコですね。気に入ったものをずっと使えるの素敵です。でしょ？補充とか交換とか、その一手間が道具への愛着を育てるんだ。先輩、作業を楽しくしてくれる文房具ってありますか？あるよ。例えばマスキングテープ、略してマステって呼ばれてるね。マステ。かわいい柄のあのテープですね。そう、もともとは塗装の時に使う道具だったんだけど、今は装飾で大人気なんだ。装飾。飾るっていうことですか？そう、手帳に貼ったり、封筒を飾ったり、ちょっとした彩りになるんだ。彩り。なんか素敵な言葉ですね。でしょ？作業って地味な時間も多いからね。少し彩りがあると心が弾むんだ。心が弾む。楽しくなるみたいな感じですね。そう、実用だけじゃなくて気分を上げてくれる文房具も立派な相棒だよ。便利なだけじゃなくていいんだって思うと、なんかほっとします。作業周りにはまだまだ名脇役がいるよ。例えば電卓。電卓。今はスマホでも計算できますけど、まだ使いますか？使うんだよ。ボタンが大きくて押しやすい。数字をたくさん打つ人には断然早い。断然。すごくっていう意味ですか？そう、ずば抜けてっていうニュアンス。指が覚えると画面を見ずに打てるんだ。指が覚える。体で覚えるみたいなことですね。そうそう。それから日本ならではの印鑑。書類にポンって押すやつね。印鑑。日本に来てびっくりしました。サインじゃなくてハンコなんですね。そうなんだよ。最近は減ってきたけど、まだ大事な場面では使うね。朱肉の色も綺麗。あと、糊も。地味だけどよく使いますよね。使うね。スティック糊にテープ糊。手が汚れないタイプも増えたよね。手が汚れないの嬉しいです。ベタベタするの苦手で。わかるよ。こういう小さな不便をそっと解決してくれる。それが名脇役なんだ。先輩、ずっと聞いてて思ったんですけど、道具って作業にそんなに影響しますか？いい質問だね。結論から言うと結構するんだ。へえ、どうしてですか？書き味が心地いいと書くのが嫌じゃなくなる。
嫌じゃないと自然と手が動くんだ。なるほど。始めるハードルが下がるんですね。そう、作業って始めるまでが一番大変でしょ。そこを道具が助けてくれるんだ。確かに。やり始めれば、やりと進むこと多いです。それにね、味気ない道具より好きな道具の方が続くんだよ。長続きって大事でしょ。味気ない。味がない。つまらないみたいな感じですか？そうそう。同じ作業でも味気ないよりちょっと楽しい方がいいでしょう。いいです。同じやるなら楽しい方が絶対いいです。だからね、道具にちょっとこだわるのは自分をご機嫌にする工夫でもあるんだよ。先輩、文房具って安いのから高いのまでありますよね。あるね。今は100円ショップでも驚くほど質のいいものが手に入るんだ。そうなんですよね。100円とは思えないってよく思います。でしょ？だからまずは安いものでいろいろ試すのがおすすめなんだ。いきなり高いの買わなくていいんですね。ちょっと安心しました。使ってみて好みが分かってきたら少しいいものを一つ買う。それでいい。高いものってやっぱり違うんですか？違うところもあるよ。長く使える丈夫さとか、握った時のしっくりくる感じとか。なるほど。値段が高い分長く付き合えるみたいなことですね。そう。でもね、高いから偉いじゃないんだ。自分に合うかどうかが一番大事。値段じゃなくて相性なんですね。まさに100円のペンが手に馴染むなら、それがあなたの最高の一本なんだよ。そういえば文房具ってプレゼントにもよく選ばれますよね。選ばれるね。特にいいペンは贈り物の定番なんだ。就職祝いとか卒業祝いとか。ああ、確かに。節目にもらったら嬉しいですね。節目、いい言葉を使うね。区切りの時っていう意味だよ。はい。それで、名入れっていうのもあるって聞きました。あるよ。ペンに名前を彫ってもらえるんだ。世界に一つだけの特別な一本になる。名前を彫る。わあ、それは一生の宝物になりそうです。でしょ？だから大切な人に文房具を贈るのは応援の気持ちも込められるんだ。これで頑張ってね、みたいな。素敵な贈り物ですね。うん。使うたびに送ってくれた人を思い出す。文房具にはそういう力もあるんだ。作業を気持ちよく続けるためにもう一つコツを教えるね。はい、知りたいです。消耗品を切らさないこと。インクとか会心とか付箋とかね。消耗品。使うと減っていくものですか？そう。それがいざ使うときになかったら、がっかりしてやる気がしぼんじゃう。わかります。書こうとしたらペンのインク切れてた時のあの残念な感じ。それそれ。だからお気に入りは少し多めに買っておく。買いだめしておくんだ。買いだめ。あるとわかってると安心して使えますね。そう。道具が途切れないと作業も途切れない。地味だけど大事な習慣なんだ。先輩の話を聞いてたら自分のお気に入りを見つけたくなりました。いいね。それが一番の目的だよ。自分だけの定番を見つけること。定番。いつもの決まった一本みたいな感じですね。そう。これがあれば大丈夫って思える一本。それがあると心が落ち着くんだ。お守りみたいですね。うまいこと言うね。まさにお守り。使い慣れた道具は自分を支えてくれるんだ。どうやって見つければいいですか？たくさん試してしっくりくるものに出会うまで。散らなくていいんだよ。出会うまでですか？なんか探すのも楽しそうです。そう。その探す時間も含めて文房具の楽しみなんだ。じゃあやっぱりお店に行くのが一番ですか？
うん、僕は文房具屋さんをブラブラ見て回るのが大好きなんだ。ブラブラ。見てるだけでも楽しいですか？楽しいよ。こんな道具があるんだって発見があるんだ。試し書きもできるしね。実際に触って試せるのはいいですね。そう、手に取ると思いがけない一本に出会うことがある。それがたまらないんだ。思いがけない。予想してなかったっていうことですか？そうそう、探してなかったのにこれだっていう子に出会える。縁だよね。縁。なんか文房具との出会いも大切なんですね。うん。そしてそういうお店の道具ってかゆいところに手が届く工夫がたくさんあるんだ。文房具って季節とも結構関わりがあるんだよ。季節とですか？どういうことですか？例えば春、新学期とか新年度でしょ。文房具屋さんが一番にぎわう時期なんだ。ああ、新しいノートとか買いたくなりますもんね。そうなんだよ。新しい道具って心機一転頑張ろうって気持ちにさせてくれる。心機一転。気持ちを切り替えるみたいなことですか？そう、四字熟語だね。新しいノートの1ページ目ってなんかすがすがしいでしょ？わかります。真っ白なページ。緊張するけどワクワクします。でしょ？手帳も年末年始に翌年の分に切り替える人が多いね。新しい一年をどんな手帳と過ごそうかなって選ぶの楽しそう。そう。文房具は季節の節目にそっと寄り添ってくれるんだ。でも先輩、今はタブレットで字を書く人も増えましたよね。増えたね。スタイラスペンで画面に直接書ける。あれも立派な文房具だと思うよ。デジタルでも文房具って言うんですね。言っていいと思うよ。書いたものを消したり並べ替えたり。あれはあれで便利だよね。じゃあ、紙の文房具はもういらなくなっちゃうんですか？そんなことはないと思うよ。どっちが上じゃなくて使い分けなんだ。使い分け。場面で選ぶってことですね。そう。ざっと考えを整理するときは紙。清書したり共有するときはデジタル。とかね。なるほど。両方のいいとこ取りですね。そういうこと。大事なのは道具に使われないこと。自分が心地いい方を選ぶんだ。ねえ、外で作業することってある？ありますよ。カフェとか図書館とか。そういう時は持ち運びが大事になるよね。全部は持っていけないから。確かに。ペンケースに何を入れるか迷います。そこでさっきの定番が生きるんだ。これだけあればっていう必要最低限。必要最低限。これだけはっていう最小限のセットですね。そう。お気に入りのペン1本とノート、付箋。それだけでどこでも机になる。身軽でいいですね。持ち物が少ないと動きやすいです。そう。お気に入りが少しあれば、それだけで外でも作業がはかどるんだ。お気に入りを長く使うために何かコツってありますか？あるよ。たまに手入れをしてあげること。ちょっと拭いたりね。手入れ、お世話するみたいなことですか？そうそう。万年筆ならたまに洗ってあげる。ハサミなら汚れを拭き取る。手をかけるとさっきの愛着につながるんですね。よく覚えてたね。まさにそれ。手をかけた道具は長くいい状態で応えてくれる。道具と長く付き合うのってなんかいいですね。うん。使い捨てじゃなくて大事に使う。それも文房具の楽しみ方の一つだよ。文房具ってなんか思い出とも結びついてるよね。わかります。子供の頃、筆箱自慢したな。あるあるだね。
新しい筆箱を買ってもらった日は嬉しくて眺めてた。わかります。使うのがもったいなかったり。そうそう、香り付きの消しゴムとか集めてた人も多いんじゃないかな。集めてました。使わないのに宝物みたい。文房具って初めての自分の持ち物だったりするからね。愛着が湧くんだ。確かに。自分で選んだ初めてのものかもしれません。そう。大人になってもそのワクワクは忘れなくていいんだよ。先輩、インクの色ってたくさんありますよね。あるよ。黒や青だけじゃなくて、今は綺麗な色がいっぱいあるんだ。私、ちょっと変わった色のインク好きです。いいね。深い青とかくすんだ緑とか、名前も素敵なのが多いんだ。名前ですか？そう、夜明けの空とか森の雫とか、色に物語があるんだよ。まあ、ロマンチック。書くだけで気分が上がりそう。でしょ？同じ言葉でも好きな色で書くとなんだか特別に感じるんだ。色を選ぶのもこだわりの一つなんですね。こうやって話してると改めて手で書くっていいなーって思うよ。手で書くのって時間はかかりますけどね。かかるね。でもそのゆっくりがいいんだ。考えながら書けるでしょ？確かに、書いてるうちに考えがまとまることあります。そうなんだよ。手を動かすと頭も動く。書くことは考えることでもあるんだ。落書きとかも意外といいんですかね。いいと思うよ。手が自由に動くと心もほぐれる。息抜きにもなるしね。息抜き。ちょっと休憩するみたいなことですね。そう。作業の合間にぐるぐる落書き。そういう時間も大事なんだよ。あとね、僕がおすすめしたいのはメモの習慣なんだ。メモ。ふと思ったことを書き留めるやつですか？そう。小さなメモ帳を一冊持っておくと便利なんだ。ふとした時に書ける。いいこと思いついてもすぐ忘れちゃうんですよね。そうなんだよ。ひらめきって儚いから、すぐ書き留めると逃がさない。儚い、消えやすいみたいな意味ですか？そうそう。だからスマホでもいいけど、紙のメモは開くのが早いんだ。確かに、開いて書くだけ。ロック解除とかいらないですもんね。そう。その一手間の差は大きい。メモ帳とペンは最強の相棒コンビだよ。先輩、書いたものを守る道具もありますよね。あるね。例えば下敷き。下に敷くと字がきれいに書ける。下敷き。懐かしい。学校で使いました。そうだね。それからクリアファイル。大事な書類を折らずに運べる。あれ便利ですよね。濡れても平気だし。そう。大事な紙をシワや汚れから守ってくれる。これも縁の下の力持ちだね。目立たないけど、ちゃんと仕事してるんですね。そう。守る道具があるから安心して書いたり運んだりできるんだ。学生時代によく使った道具も話しておこうか。三角定規とか分度器とか。分度器。作度を測るやつですね。そう。三角定規は2枚組で直角や決まった角度が引ける。よくできた道具だよ。コンパスもありましたね。円を描くやつ。あったね。綺麗な円が描けた時のちょっとした達成感覚えてる。わかります。ずれるとやり直して悔しかったです。そういう道具は正確さを教えてくれる。丁寧にやるっていう習慣もね。貼る道具もいろいろありますよね。テープとか。あるね。透明なセロテープは定番中の定番。
ちょっと貼りたい時に便利。破れた紙を直したりしますよね。そうそう。それから両面テープ。両側がくっつくから綺麗に貼れる。糊みたいにはみ出さないのいいですよね。そう。見えないところでしっかり留めてくれる。まさに名脇役の働きだね。貼るだけでもこんなに種類があるんですね。そうなんだよ。用途に合わせて選ぶ。そこにも小さなこだわりがあるんだ。たくさんのものをまとめる道具も地味に活躍するよ。輪ゴムとか。輪ゴム。伸びる丸いやつですね。そう、書類をさっと束ねられる。安いのにすごく役に立つ。確かに、あるとないとじゃ大違いです。でしょ？あと、書きながら紙を挟んでおけるクリップボードも便利だよ。立ったまま書けるやつですね。そう。机がないところでも書ける。どんな場所も作業場所に変えてくれるんだ。道具が場所を選ばなくしてくれるんですね。先輩は作業してるとき、休憩ってどうしてますか？僕は温かいお茶を入れてね。一息つくんだ。区切りが大事でしょ？わかります。ずっと集中はできないですもんね。そう。だからタイマーを使う人も多いんだ。少し働いて少し休む。メリハリをつけるんですね。そう。いい言葉。集中と休憩にメリハリをつけると長く続けられるんだ。文房具とお茶とタイマー。作業のいい相棒たちですね。そうだね。無理せず自分のペースで。それが長く続けるコツだよ。先輩の話を聞いてると、文房具って暮らしの一部なんだなって思います。うん。毎日そばにあってそっと支えてくれる空気みたいな存在なんだ。当たり前すぎて気づかないけど、ないと困る。そう。だからこそたまにはじっくり選んであげたい。自分の相棒だからね。今日、それな、すごくよくわかりました。ノートの使い方でも人によって流儀があるんだよ。流儀。やり方っていうことですか？そう。例えば何でも一冊にまとめる人。全部そこを見ればいい。それ探さなくて楽そうです。でしょ？逆に内容ごとにノートを分ける人もいる。仕事用、趣味用みたいに。どっちが正解なんですか？正解はないんだ。自分が使いやすい方が正解。そこもこだわりどころだね。自分に合うやり方を見つければいいんですね。文房具に興味が出てきた人は、まず何から始めればいいですか？気軽に一つでいいんだ。お気に入りのペンを一本見つける。それだけで十分。一本からでいいんですね。ハードル下がりました。うん。全部揃える必要はないんだ。少しずつ好きなものを増やしていけばいい。マイペースでいいんですね。なんか安心します。そう。焦らず楽しく。それが長く続ける秘訣だよ。文房具も勉強もね。秘訣。うまくいくコツみたいなことですね。そういうこと。さて、そろそろ今日の言葉をまとめようか。最近のペンで面白いのがあるんだ。消せるボールペンって知ってる？知ってます。こすると消えるやつですよね。そう。専用のラバーでこすると摩擦の熱でインクが透明になる仕組みなんだ。へえ、消えるんじゃなくて透明になるんですか？そうなんだよ。だから手帳とか間違えたくないものに便利。何度でも直せる。それは助かります。手帳って予定が変わりますもんね。でしょ？ただ注意点もあってね。高い温度に弱いから夏の車の中とかは苦手。
あ、熱で消えちゃうんですね。大事な書類には抜かないかも。そういうこと。道具は得意なことと苦手なことを知って使い分けるといいんだ。さっき万年筆のインクの話が出ましたけど、色ってそんなにあるんですか？あるんだよ。それこそ何百色って世界でね、集め始めると抜け出せない。抜け出せない。それだけ魅力があるんですね。そう、同じ青でも少し緑がかった青とか、夜みたいな深い青とか、微妙に違うんだ。微妙な違いを楽しむんですね。奥が深い。それにね、瓶からインクをコンバーターで吸い上げるあの作業もまた楽しいんだ。コンバーター。インクを入れる部品のことですか？そう。カートリッジもあるけど、瓶のインクを使えると色の選択肢がぐんと広がる。自分だけの色で描けるって素敵ですね。色といえばカラーペンや色鉛筆も作業を華やかにしてくれるよ。色鉛筆、大人の塗り絵でまた人気って聞きました。そうなんだよ。色を塗ってると無心になれてね、いい気分転換になるんだ。気分転換。ちょっと休むみたいなことですね。そう。それに水彩色鉛筆っていうのもあってね、塗った後水でぼかせるんだ。鉛筆なのに水彩みたいになるんですか？面白い。でしょ？一本で二役。文房具の世界ってこういう工夫がいっぱいなんだ。知れば知るほど楽しくなってきました。ノートの話で紙のサイズにもこだわりが出るんだよ。サイズ。A4 とか B5 とかですか？そう。持ち運ぶなら小さめ。机で広げるなら大きめ。用途で選ぶんだ。確かに、カバンに入るかどうかも大事ですもんね。それにね、ノートには閉じてあるタイプとルーズリーフがあるんだ。ルーズリーフ。バラバラの紙をリングでまとめるやつですね。そう。順番を入れ替えたり、いらない紙を抜いたり、自由に整理できる。閉じノートは順番が固定だけどなくさないみたいな。そういうこと。どっちにも良さのある。自分の使い方に合う方を選べばいい。先輩、日本ならではの文房具って他にもありますか？あるよ。例えば筆ペン。筆みたいに書けるのにインクが内蔵されてて手軽なんだ。筆ペン。冠婚葬祭の名前を書くときに使いますよね。そう、よく知ってるね。ご祝儀袋とか宛名とか。綺麗な字だと気持ちも伝わる。字が綺麗な人、憧れます。私、自信ないですけど。大丈夫。道具が助けてくれるから。いい筆ペンだとそれなりに様になるんだ。様になる。それっぽく見えるってことですね。そう。和の文具にはそういう暮らしの節目を支える道具が多いんだよ。そういえば、最近、手紙って書かなくなりました。わかる。メールやメッセージが多いよね。でも、だからこそ手紙は特別になる。確かに、手書きの手紙が届くと嬉しいです。でしょ？便箋を選んで、封筒を選んで切手を貼る。その手間が心なんだ。便箋。手紙を書く、あの紙のことですね。そう。季節の柄とか相手を思って選ぶ。それだけでもう気持ちが乗るんだ。文房具が気持ちを運んでくれるんですね。うん。たまには大切な人に手紙を書いてみるのもいいものだよ。ペンを選ぶとき、太さも大事なポイントなんだ。太さ。線の太い細いですか？そう。極細だと小さい字や手帳の細かい欄にちょうどいい。逆に太いのはどんな時ですか？太字ははっきり見せたいとき、宛名とか目立たせたい見出しとか。なるほど。使う場面で太さを変えるんですね。それから握るところのグリップ。ここが柔らかいと長く書いても疲れにくい。
ああ、それ大事。手が痛くなることありますもんね。でしょ？書く量が多い人ほど握り心地はこだわった方がいいんだ。先輩は考えを整理するとき、文房具、どう使ってますか？僕はね、大きめの紙に思いついたことをどんどん書き出すんだ。頭の中を紙に出す、みたいな。そう、線で結んだり、丸で囲んだり、図にすると頭がすっきり整理されるんだ。絵とか図って言葉よりわかりやすいことありますよね。そうなんだよ。色を分けたり、矢印を足したり、手を動かすうちに考えがまとまる。パソコンより紙の方が自由に書ける気がします。そう、制限がない分、発想も広がる。文房具は考える道具でもあるんだよ。学生の頃と今で使う文房具って変わりました。変わったね。学生の頃は勉強のための鉛筆や蛍光ペンが中心だった。今はどんなものを使いますか？仕事だと手帳や書類をまとめる道具が増えるね。実用的なものが多くなる。なるほど。目的が変わるんですね。でもね、大人になってからの方がいい文房具の良さがわかる気がするんだ。自分で選んで自分で買うからですかね。それもあるね。自分のお金で選ぶと一つ一つを大事に使うようになるんだ。たまにはね、頑張った自分にご褒美で少しいい文房具を買うのもいいんだ。ご褒美。自分へのプレゼントですね。そう、高いものじゃなくていい。ちょっとだけ背伸びした一本。それで十分。背伸び。ちょっと無理して、みたいな。そうそう。ちょっといい道具って使うたびに頑張ろうって思わせてくれる。わかる気がします。お気に入りだと大事にしますもんね。そう。小さな贅沢だけど、毎日の作業がちょっと嬉しくなる。安い投資だよ。贅沢。でも、いい贅沢ですね。先輩、旅行先で文房具を買うことってあります？あるよ。その土地ならではのご当地文具ってあってね。いい思い出になるんだ。ご当地文具。その場所でしか買えないやつですか？そう、地元の風景を描いた便箋とか、伝統の柄のマスキングテープとか。使うたびに旅を思い出せていいですね。でしょ？かさばらないし軽いからお土産にもぴったりなんだ。確かに、もらっても困らないですもんね。そう、旅の楽しみに文房具屋さんを覗いてみるのもおすすめだよ。お気に入りの文房具はしまい込まないで見えるところに置くのもいいんだ。見せる収納ってやつですか？そう、お気に入りのペンをきれいなペン立てに刺しておく。それだけで机が映える。映える。写真写りがいいみたいな感じですか？そうそう、見て気分が上がると自然と机に向かいたくなる。それが狙いなんだ。道具がやる気を引き出してくれるんですね。そう、好きなものに囲まれた机は自分だけの小さな居場所になるんだよ。居場所。なんか、あったかい言葉ですね。でしょ？文房具はその居場所をそーっと彩ってくれる大切な存在なんだ。今日は文房具の見方がすっかり変わりました。よかった。じゃあそろそろ今日のフレーズをまとめてみようか。作業をしてるとき、ペンの音って意識したことある？音ですか？あんまり気にしてなかったかも。静かな部屋でね、鉛筆のカリカリって音だけが響く。あれ、なんだか落ち着くんだ。ああ、なんかわかる気がします。集中してるって感じ。そう。ページをめくる音とか、キャップを外す音とか、作業のリズムになるんだよ。静かなようで、いろんな音がしてるんですね。そうなんだ。だから作業のお供にそういう音を楽しむのもいいものだよ。
先輩は作業を始めるとき、何か決まった流れってあります？あるよ。まず机の上をさっと片付けて、お気に入りのペンを手に取る。それが始める合図みたいな感じですか？そう。ペンを持つと頭がよしやるぞって切り替わるんだ。スイッチみたいにね。道具が心の準備をしてくれるんですね。そう。決まった動きを繰り返すと自然と集中モードに入れるんだ。私も自分なりのスイッチ見つけてみます。いいね。お気に入りの一本がその手伝いをしてくれるはずだよ。ペンにはノック式とキャップ式があるでしょ？あれも好みが分かれるんだ。ノック式はカチッって押すやつですね。そう。片手ですぐ書ける。メモをさっと取りたいときに便利なんだ。キャップ式はちょっと手間ですけど、なんか落ち着きますよね。わかる。キャップを外すあの一手間が書くぞっていう気持ちにさせてくれる。小さな違いだけど、使い心地が変わるんですね。そう。こういう小さな違いに気づけるようになると、選ぶのがもっと楽しくなるよ。文房具ってつい貸し借りしちゃいますよね。するね。でもお気に入りの一本はちょっと貸したくないなんてことも。わかります。大事なペンは自分だけで使いたい。そうそう。だから貸す用の普通のペンを別に用意しておく人もいるんだよ。賢い。それならお気に入りも守れますね。でしょ？でもね、いい文房具を人に勧めて喜ばれるのもまた嬉しいんだ。好きなものを共有できると話も弾みますもんね。そう。同じ道具が好きな人と話すのは楽しいよ。世界がぐっと広がるんだ。一日の終わりにね、使った文房具を元の場所に戻す。この習慣もいいんだ。片付けってちょっと面倒ですけど。わかる。でもね、机がリセットされると次の日気持ちよく始められるんだ。朝片付いた机だと確かにやる気出そうです。でしょ？それに道具を戻すとき、今日もありがとうって気持ちにもなる。道具に感謝ですか？なんか素敵。毎日そばで支えてくれる相棒だからね。大事にすると長く応えてくれる。今日から私も片付け意識してみます。あ、さっきから何度も出てましたね。かゆいところに手が届く。そう、実はそれ今日のキーフレーズなんだ。ちょっと詳しく話そうね。じゃあ今日のキーフレーズをちょっと整理してみようか。はい、お願いします。今日のフレーズはこれ。かゆいところに手が届く。細かいところまで気配りだ、行き届いているっていう意味なんだ。背中のかゆいところに手が届くとすっきりしますもんね。そう、そこから来た言葉。あと少しっていうところにちゃんと手が届く。付箋とか修正テープがまさにそうでしたね。そう、使ってみると例を挙げるね。この付箋、かゆいところに手が届く便利さだね。もう一つ、あのお店の店員さんはかゆいところに手が届く接客をしてくれる。あ、人にも使えるんですね。そう、気が利く人にも便利な道具にも使える。とても褒め言葉なんだ。先輩、もう一回フレーズだけ言ってもらえますか？いいよ。かゆいところに手が届く。かゆいところに手が届く。覚えました。それでね、もう一つ注意になるいい言葉があるんだ。工房筆を選ばず。工房筆を選ばず。どういう意味ですか？本当の名人は道具のせいにしないっていう意味。工房さんは書の名人でね。え？
じゃあ、道具にこだわらなくてもいいんですか？いい質問。でもね、僕はこう思うんだ。両方、本当だって。両方ですか？道具のせいにしないのは大事。でも、手に馴染む一本があると心が弾む。うまく描けなくても道具のせいにしない。でも、好きな道具は大切にする。そういうこと。だから、かゆいところに手が届くお気に入りを大事にすればいいんだ。じゃあ、聞いてくれてる皆にもちょっと考えてみてほしいんだ。はい。何を考えますか？皆のかゆいところに手が届くお気に入りの一品は何ですか？文房具じゃなくてもいいんですか？もちろん、キッチン道具でもアプリでも何でもいい。手放せない相棒。私は、この書きやすいペンかな。ずっとこれなんです。いいね。理由も言えるともっといい。どこがかゆいところに手が届くのかな？軽くて長く書いても疲れないところです。上手だね。みんなもぜひコメントで教えてね。ゆっくり考えてみて。さて今日は文房具の話をたっぷりしてきたね。はい。ペンから消しゴム、付箋まで。どれも奥が深かったです。でしょ？派手じゃないけど、毎日の作業をそっと支えてくれるいい相棒たちだよ。私も今度お店でじっくり選んでみます。いいね。手に馴染む一本に出会えるといいね。はい。今日もありがとうございました。こちらこそ作業のお供にまたゆるっと話そうね。それじゃあみんな、今日もいい作業をゆっくりいきましょう。